皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。今回は、12月のバジーカラーの発表会動画ですよ。忙しい年末にもかかわらず、参加してくださって本当にありがとうございます。今回も、力作揃いなので、見応えがありますよ。12月のバジーカラーも、2つのページから選んでいただきました。まずは、私の塗ったエリーさんのページです。使用した画材は、インクテンスと白のアクリルインクです。クレスターという水彩紙にプリントアウトしましたが、線画を目立たなくさせるために、濃度を半分くらいに薄くして印刷しました。オリジナルイラストの細部をかなり省いて塗っています。インクレットプリンターのインクは、黒以外は線形系インクなので、インクテンスなどの水溶性画材を塗ると、線画が溶けて消えてしまいます。線画を目立たせたくない時には、この方法がとても便利です。仕上げの粉雪は、この筆でスパッタリングしました。歯ブラシのスパッタリングよりも、大きめの飛沫に仕上がります。スノーバードさんのページです。スノーバードさんは、インクテンスで背景を塗ってから、プリズマカラーとアーティックス色鉛筆で仕上げています。そして、最後に、アクリルガッシュの白をスパッタリングして、雪を描きました。スノーバードさんのコメントです。中央の猫たちを明るくしたかったので、セピア色のインクで背景を暗くしました。宿り木といえば、ハリポタで、ハリーと蝶のキスシーンを思い出します。猫は、白猫ちゃんと、ノルウェージャンフォレストキャットにしました。濃く描いた影が、ドラマチックな雰囲気を演出するのに、とても効果的です。スノーバードさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ぽちゃまるさんのページです。ぽちゃまるさんは、バウホング水彩紙と、アーティックス色鉛筆と、ポスコの白と、ターナー透明水彩を使用しています。ぽちゃまるさんのコメントです。一度色鉛筆で塗ったのですが、猫ちゃんたちが目立たなかったので、青で背景を暗くしました。納得はできなかったのですが、せっかく、うちのニュアンスに似ているので、絶対に提出したいと思いました。猫ちゃんは、もう少し、うちの子たちに似せたかったです。色鉛筆塗りが気に入らなくて、水彩絵の具で塗りつぶすって、私もよくやります。かえって、いい味出てると思いますよ。ぽちゃまるさん、素敵な作品をありがとうございました。なっちゃまーしさんのページです。なっちゃまーしさんはポリクロマスを使用しています。なっちゃまーしさんのコメントです。ヘリーさんの塗り絵ははがきサイズしか塗ったことがなかったので、サイズが大きくてビビりましたが、時間をかけてゆっくり塗りました。色がうまくならなくて苦労しました。塗り絵は終わり時を決めるのが難しいって、私も同感です。澄んだ色合いがとても素敵です。レンガを緑と紫に塗るのも、なっちゃまーしさんの個性が出ていますね。なっちゃまーしさん、素晴らしい作品をありがとうございました。リンさんのページです。リンさんはユニウォーターカラーを使用しています。リンさんのコメントです。水彩色鉛筆ですが、筆は使用していません。筆を使って塗ろうと思ったんですが、使いこなせないので、ドライのままで使用しました。水彩色鉛筆のいいところは、ドライでも、ウェットでも使用できるところですね。ユニウォーターカラーは、国産なので、値段がお手頃で、発色も良くて、使いやすい色鉛筆だと思います。イエローの使い方が、とてもいいアクセントになっています。ブルーとピンクの猫ちゃんも、ユニークで可愛いですね。リンさん、素敵な作品をありがとうございました。ベビーピンキーさんの
ページです。ベビーピンキーさんは、キッショーのガンサイタ、100均のメタリック色鉛筆と、ホルベイン色鉛筆を使用しています。ベビーピンキーさんのコメントです。猫のカップルをどのように塗ろうか。すごく迷いました。ツリーを白く塗りたくて、ガンサイや色鉛筆を使いました。雪の降り積もる感じを、ポスコの白で表現しようとしましたが、断念。画像ではわかりにくいですが、キラキラ系画材が塗ってあって、ホワイトクリスマスのゴージャスな雰囲気が出てますよ。ベビーピンキーさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ミロリクトさんのページです。ミロリクトさんは、色鉛筆は、ポリクロマス、ナヨ乳製色鉛筆、カランダッシュスプレカラーソフト、ステッドラーカラーと使用。その他に、クレタケワンサイタンビ、スターリーカラーズ、ドクターマーチンブリードプルークホワイト、バイロットジュースゲルインキペンを使っています。こだわった点は、クリスマスツリーの色合いで、青みがかった色をイメージして塗ったそうです。いろんな画材を総動員して、塗り絵をされているところに、親近感を感じました。ブルーのアクセントが効いていて、可愛いながらも、クールなかっこいい印象に仕上がっていますね。ミロリクトさん、素敵な作品をありがとうございました。ローラさんのページです。ローラさんは、カラー色鉛筆と、グリッターのゲルペンと絵の具と、ポスコの白を使用しています。ローラさんのコメントです。伝統的なクリスマスツリーとは、少し趣向を変えて、レインボーツリーにしてみました。猫のカップルと言ったら、やっぱり、白と黒の組み合わせにしたくなります。キラキラ感が伝わるように、ローラさんは、短い動画も送ってくれました。ローラさんが住んでいるのは、赤道のそばだから、クリスマスも、カラフルな雰囲気がぴったりなのでしょうね。ワクワク感が、画面から伝わってきます。ローラさん、素晴らしい作品をありがとうございました。はなはなさんのページです。はなはなさんは、桜プチカラー水彩パレットと、ポスカ、シグノボールペン、金のきらめき、書道液、イリデシセントメディグムを使用しています。はなはなさんのコメントです。難しかったところは地面の雪です。最初グレーにしたところ、汚れた雪になってしまい、ブルーを塗り重ねましたが、ますますイメージ通りにならず、残念な色になってしまいました。それをよく見せるために、雪のキラキラ感を演出したくて、パールメディグムを絵の具に混ぜて塗りました。窓ガラスも何度も塗り直し、結局、ポスコの白で下の色を隠すことにしました。こんなに美しく仕上がっているのは、このような試行錯誤があっての結果なのですね。とっても参考になります。はなはなさん、素敵な作品をありがとうございました。あきさんのページです。あきさんは、カリスマカラー、プリズマカラー、ホルベインアーティスト、色辞典、パンパステルと、ポスコを使用しています。あきさんのコメントです。レンガの壁をパンパステルで、あとは色鉛筆で塗っていきました。はじめは、プリズマカラーとホルベインでざっと塗って、色辞典で細かいところと、髪の目を埋めるのにゴリゴリしました。夜の窓明かりを表現したくて頑張りました。周囲をもう少し暗くしたかったのですが、難しかったです。柔らかい芯と、硬い芯の色鉛筆の使い分け方が、さすがですね。ヘリーさんの本は大きいので、塗るのに時間がかかりますが、アキさんのように、いろんな画材を組み合わせたら、効率的に塗れると思います。アキさん、素晴らしい作品をありがとうございました。たまこさんのページです。たまこさんは、ホルベイン、クロマフロー、ダローイング、プリズマ色鉛筆と、コピックアクレア、ユニボールワンを使用しています。たまこさんのコメントです。クリスマスの温かみが感じられるように、可愛い感じに塗りました。コピックアクレアの白で、猫の毛を表現しました。ろうそくの明かりが、ほっかりと温かく、とても美しく表現されていますね。
コピックアクレアは、ポスカよりも、繊細な表現をしたい時に適しているアクリルマーカーなので、動物の毛に使用するのにぴったりですね。たまこさん、素敵な作品をありがとうございました。ルナさんのページです。ルナさんは、色鉛筆は、色辞典、ポリクロマス、カリスマ、パブロを使用。その他に、ペンテル、デュアルメタリックブラシ、ポスカの白、ろうそくの光に透明クレヨンを使っています。ルナさんのコメントです。横向きな猫ちゃんは、我が家のラグドール、ルナをモデルにしました。小物が多くて、何色にするか楽しみながら塗りました。私を含め、猫を飼ってる人は、自分家の子と同じ毛色に塗りたくなりますよね。すべての小物が、とても愛情を込めて塗ってあって、ルナさんが塗り絵を楽しんだことがよく伝わってきます。ルナさん、素晴らしい作品をありがとうございました。サキリンさんのページです。サキリンさんは、ホルベイン色鉛筆、クレタケ、岩彩単美、スターリーカラーズ、ポスカと、ファインテックプレミアムネオンを使用しています。サキリンさんのコメントです。右の猫ちゃんは、うちのポンズちゃんをモデルとして塗りました。キラキラ感を出したかったので、岩彩単美の白金色を全体に塗ってみました。柔らかなキラキラに仕上がったかなって思います。ポンズちゃん、片足だけサックス履いてるみたいで、可愛いですね。全体的にシックな色合いでまとめてあって、ヴィンテージ感のある雰囲気が素敵です。サキリンさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ピースさんのページです。ピースさんは、三菱トイロの24色セットを使用しています。ピースさんのコメントです。可愛らしいイラストなので、彩度が高く、比較的濃いめに塗ることができそうなトイロのを選びました。シンプルなので、スムーズに塗ることができると思いきや、色選びで迷走しました。もう少し、猫ちゃん2匹を目立たせる構図でもよかったかな、と反省しています。ただ、クリスマスらしい、明るく華やかな塗り絵に仕上げることは、できたかなと思っています。24色しかなくても、色選びを工夫すると、こんなに素敵に仕上がるんですね。ピースさん、素晴らしい作品をありがとうございました。芝富士さんのページです。芝富士さんは、カリスマカラー、ポリクロマス、ペンテル、デュエルメタリックペン、ポスカの白、ドクターマーチン、ブリードプループ、ホワイトを使用しています。芝富士さんのコメントです。超初心者で、初めて、最後まで仕上げることができた作品です。このような楽しい機会を作ってくださり、ありがとうございます。工夫した点は、様々な人の作品からヒントをもらって仕上げたことです。苦労した点は、色の組み合わせが難しかったことです。初めて完成させた作品とは思えないくらい、魅力的な仕上がりですよ。マジーカラーがきっかけで、完成させる喜びを知っていただいて、私も嬉しいです。芝富士さん、素敵な作品をありがとうございました。ここからは、お題ページの2つ目、クララ・マルコバさんの塗り絵です。まずは、私が塗ったページです。使用した画材は、背景は、水彩絵の具、その他は、インクテンスと、白のアクリルインクです。背景は、オーロラをイメージしました。水彩絵の具が、まだ乾かないうちに、塩をまいて、完全に乾かすと、このようなつぶつぶした質感が作れます。私が使用しているのは、アコウの焼き塩です。アクセントに、雪の結晶のシリコンスタンプを押しています。100均のシルバーのスタンプインクを使用しています。ぽちゃまるさんのページです。ぽちゃまるさんは、オフプスアルコールマーカー、ターエント、クロマフロウ、ピグメントライナーを使用しています。レンガ部分は、ステンシルシートとスタンプインク、鈴は、クレタケのスターリーカラーズが使われています。ぽちゃまるさんのコメントです。工夫した点は、背景に、
飼い猫2匹を描き込んだところです。地面の左のものが何かわからず、タイヤのおもちゃにしてみました。にゃんこたち、そっくりですよ。むちゃくちゃかわいい。アイデア、満載な背景ですね。ぽちゃまるさん、素敵な作品をありがとうございました。足が痛いさんのページです。足が痛いさんは、ユニアーテレーズカラー、トンボの黄色缶、ユニカラーのクリムゾンレッドを使用しています。足が痛いさんのコメントです。苦労した点は、線画を自分で書き消したことと、服の模様です。一度、大雑把に色を塗って、やっぱり色が変だと思ったところは、消しゴムで消して、別の色に変更しています。家にの消せる色鉛筆で塗ってよかったと思いました。この絵のテーマは、大雪が降っている真夜中に、ハイビームを出しながら車を運転していたら、謎の妖精が、ビームに照らされながら出現した。ですって。とってもユニークな世界観、脱帽です。足が痛いさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ややかさんのページです。ややかさんは、プリズマカラー色鉛筆、グリッターペン、パールの入った水彩絵の具、水彩マーカーを使用しています。ややかさんのコメントです。皆さんの作品がとても素晴らしいので、自分のはちょっと恥ずかしいですが、勇気を出して投稿いたします。とんがり耳の妖精さんは、クリスマスカラーを意識しました。グリッターペンで、ギラギラに塗っていくところは、とても楽しかったのですが、写真に撮るとほとんどわかりませんでしたね。確かに、キラキラ系画材は、画像に撮るのは難しいですね。でも、とても、カラフルに、可愛く仕上がっていますよ。ややかさん、素敵な作品をありがとうございました。子猫のトムさんのページです。子猫のトムさんは、ホルベインアーティスト色鉛筆、キットパス、ポスカの白、ハイブリッド、ズアルメタリック、ゲルペンを使用しています。子猫のトムさんのコメントです。配色に悩みましたが、思い切って、背景を、ファンタジックな雰囲気に仕上げてみました。ゴールドを入れることにより、クリスマスっぽさが、少しは表現できたかなと思います。ピンク色の背景が、とても斬新です。なんとも、愛らしい雰囲気に仕上がっていますね。背景色が反射している、雪の描写もお見事です。子猫のトムさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ポキポキさんのページです。ポキポキさんは、丸漫画用紙、ターナー透明水彩、プリズマカラー色鉛筆、固形水彩パールカラー、コピックオクレアの白を使用しています。ポキポキさんのコメントです。今回は、テムで買ったパール水彩固形顔料を試したくて、キラキラ仕上げにするのが目標だったのですが、スキャナで撮ると、ほとんど映ってくれませんでした。この時期は慌ただしく過ぎてしまうので、せめてものクリスマス気分を塗り絵に込めて、スタンダードなサンタさんカラーにしました。キラキラで、可愛くて、ポキポキさんの妖精は、マジカルーって方言がぴったりですね。ポキポキさん、素敵な作品をありがとうございました。ゆうちゃんさんのページです。ゆうちゃんさんは、色鉛筆はアーテックス、ユニカラー、ブルートフナーなパステルカラーを使用。背景は、オフプのソフトパステルと、シフノの白ペンを使用しています。ゆうちゃんさんのコメントです。お洋服の配色と、背景が難しく苦戦しましたが、楽しく塗ることができてよかったです。今回も、ゆうちゃんさんの、独特のカラーチョイスが素敵ですね。シンプルで、スタイリッシュな印象です。背景に迷った時には、ソフトパステルっていう選択肢はありよりのありだと思いますよ。ゆうちゃんさん、素晴らしい作品をありがとうございました。ルナさんのページです。ルナさんは、オフプアルコールマーカー、カリスマ色鉛筆、ペンテル、ハイブリッド、メタリック、パイロットジュースのパステルピンクとパステルブルー、ポスカの白を使用しています。ルナさんのコメントです。
初めてアルコールマーカーで塗ってみました。まだ、混色やブレンダー使いができなくて、色鉛筆で調整しました。唯一、1本だけ持っているコピックは、筆先がしなやかで、はみ出すことなく塗れて、都会だけあるのか、と感じました。私も、アルコールマーカーと色鉛筆を、よく併用しています。技を磨かずとも、楽できる道を選ぶのも良いことだと思う。ルナさん、素敵な作品をありがとうございました。ピースさんのページです。ピースさんは、ポリクロモスの36色セットを使用しています。ピースさんのコメントです。クリスマスを意識して、女の子は赤と緑をベースにして塗りました。今回ポリクロモスを初めて使ったのですが、今まで使ってきた色鉛筆と比べると、恐ろしいほど色が重なり、驚きました。背景は、ケチって三菱880のグレーを使用したのですが、後半を塗ることに疲れて、適当になってしまったのが若干後悔しています。一周回って味があるということで、ポリの凄さに気づいちゃいましたね。味わい深い仕上がりですよ、ピースさん。素敵な作品をありがとうございました。たくさんのご参加、本当にありがとうございました。今月も参加者様の作品とコメントにインスパイアされた方がたくさんいるのではないでしょうか。バラエティに富んだ発想がとても楽しかったです。私は特に失敗談や修正方法が参考になりました。さて、1月のバジーカラーのお題ページですが、今年はやり方をちょっと変えようと思います。今まで通りに毎月お題ページは2つ選びますが、そのうちの1つは1年を通じてヘリーさんのロマンティックカントリー1から選出します。1月のお題ページは20ページのゼレミー・キングスのパティスリーです。2月以降、ロマンティックカントリー1の中でバジーカラーで塗ってみたいページがあったら、ぜひリクエストしてくださいね。私は1冊の本をコンプリートしたことが一度もないので、これを機会になるべくたくさんこの本のページを完成させたいと思っています。1月のお題ページ、2つ目はグラフィック社のサイトで無料ダウンロードできる不思議の星のページです。リンクは概要欄をご覧ください。1月のバジーカラーの締め切りは1月末日です。たくさんのご参加をお待ちしています。ご視聴ありがとうございました。